どうしてそういうこと言っちゃうんだろうね。君はいっつもいっつも人から聞いてばかりで丁寧に教えてあげたら他の女がいいって。皆さんこんばんは。七五のまゆみ先生よ。今日は七五動画を出して伸ばしたいけど何をやればいいかわからない。そんな悩める生徒に向けてここ2年ほど七五をやってきたまゆみ先生が教えるわね。おっと、その前にチャンネル登録と高評価してもらえるとまた見返せるからぜひよろしくね。わからないことや質問があったらコメントで教えてくれると回答できるところは回答するし、共有したいと思ったら動画にするからこっちもよろしくね。この動画で解説する内容は次の通りよ。1、起承転結を意識しよう。2、聞いてもらう時間帯に合った演技をしよう。3、ジャンルを理解しよう。4、コメントをしっかり読もう。5、トレンドを探ろう。この5つを紹介するから最後まで聞いてくれるとまゆみ先生嬉しいな。それでは授業を開始します。それじゃあ授業を始めていきます。まずはじめに起承転結を意識しようというテーマで話していくわね。みんなは普段起承転結を意識して動画を作っているかしら？みんな偉いから起承転結を作って七五動画を作っているわよね。起承転結って意外に大事で、先生が台本を書いていた時の起承転結を教えるわね。先生は起承転結の起で世界観の説明、シチュエーションの説明をしていたわ。深く話すと長くなるから省略するけど、聞いてくれる人にとって優しい台本を心がけていたわね。次に起承転結の章では原因や指摘、結果に至るまでの動機づけをやっていたわ。特に先生はヤンデレをよくやっているからこのあたりでだいたい闇落ちする原因を作っていたわね。次に起承転結の点。ここでは続々感や聞いている人の期待感を上げる展開を持っていきたいわ。あまり喋ることはないわね。最後に起承転結の結。最後は主題の七五で期待されることを思う存分にやるといいと思うわ。ここまででわからないところあるかしら？わからない人や詳しく聞きたい人はコメントで教えてね。じゃあ次に行くわね。次のテーマは聞いてもらう時間帯に合った演技をしようということで、聞いてもらう時間帯に合った演技って何ってわからないよって人がこの辺りで出てくるんじゃないかしら。例えばみんなに質問なんだけど、早朝や深夜に大声で喋っている人を見たくなるかしら。先生の主観だけど、さすがに朝や寝る前、深夜は静かにしてほしいわよね。そういう感覚を演技にも入れてみるの。寝る時に聞いている人が多い七五はウィスパーで声を張り上げないとか、お昼に聞いている人が多い七五は没入感を高めるために大きく演技してみるとか、みんなが視聴していて思ったことを反映させてみるといいと思うわ。さて、じゃんじゃんいくわよ。次のテーマはジャンルを理解しようというテーマね。ジャンルを理解するってことなんだけど、これってよくよく考えると YouTube 全体のことになってしまいそうだから、七五に限って喋るわね。シチュエーションボイスっていうのは場面と人格で構成されていると先生考えているの。場面は場所だったり限定的なシーンのことを指すわ。例えば体育館裏や校庭、教室などの場所や夜中、
部活終わり、帰宅中などの限定的なシーンといえば理解しやすいかしら。その設定は好みや台本によって設定されるけど、みんなも一度台本を書いてみるといいわ。次に人格について。人格はキャラクターの性格、ロールを入れることだと先生は認識しているわ。他にもツンデレ、クーデレ、ヤンデレ、アマアマなどのわかりやすい人格も七五では存在するわ。この場面と人格を見つつ、シチュエーションボイスというジャンルを理解すると、動画が少しずつ伸びるんじゃないかしら。さて、ここから折り返しね。次のテーマは、コメントをしっかり読もうというテーマね。普段みんなはコメントを見ているかしら。あいみ先生はいつもコメント見てスタンプを押しているわ。コメントしてくれてるみんな、ありがとうね。さて、そんなコメントをしっかり読もうとはどういうことなのか教えるね。コメントには褒めてくれる褒めコメントや罵声を浴びせてくるアンチコメント、これもやってほしいというリクエストコメント、そして指摘コメント、こんな感じで分類分けできるんだけど、先生が特に注目しているのは指摘コメントとリクエストコメントね。もちろんだけど、リクエストや指摘に振り回されてはいけないんだけど、視聴者の意見を聞くことも大事だと先生は思うな。さて、次が最後のテーマかな。最後のテーマはトレンドを探ろうです。みんな大好きトレンド、言い換えると流行、流行りだよね。先生もよくやりがちなんだけど、世間のトレンドをやりがちだけど、あんまり結果として良くなかったりするんだよね。ただね、やっているジャンルのトレンドもあるの。例えば ASMR だとパリパリ系が流行ってるとか、地球グミが流行ってるとかね。シチュワも同じように流行りがあって、それを探ろうっていう話ね。ここについてはその時々で変わってしまうから、これがいいなんて言い方はできないから、みんなのやり方で探ってみてね。さて、今日の先生とのやりとり、どうだったかな？他の七五の人から教わりたかったって？あれ？どうしてそういうこと言っちゃうんだろうね。君はいっつも人から聞いてばかりで、丁寧に教えてあげたら他の女がいいって。はあ、先生が嫌いなんだ。そうなんだ。わかった。もうそのおしゃべりな口はいらないよね。糸で縫い付けてちゃんと可愛がってあげるからね。いい子にしてるんだよ、生徒くん。最後までご視聴ありがとうございました。評価、グッドボタン、チャンネル登録、通知、コメントをよろしくお願いします。X もやってるのでフォローよろしくね。それでは、おつだらー。